なぜこの海はアジアの火薬庫と呼ばれるのか。今世界が最も注目する海域、台湾海峡。ここは中国大陸からの距離が130キロしかない小さな海域ですが、アメリカ、中国、日本、そして世界の運命を左右する海域でもあります。しかしなぜこの海がここまで緊張の舞台になったのか。その答えは100年前の帝国と革命の時代に隠されています。第1章、始まりは大日本帝国と植民地。19世紀末、台湾は大日本帝国の一部でした。1895年、日清戦争の結果として清が台湾を日本に割譲。ここから台湾は日本統治下という時代が始まります。その間、日本は台湾に鉄道、港湾を整備し、経済開発を進めました。一方で現地の反乱や弾圧も多く、支配への抵抗は絶えませんでした。つまり台湾は東アジアの帝国競争の前線だったのです。第2章、国境内戦と逃げた政府。1945年、第二次世界大戦が終結。日本が敗戦し、台湾は中華民国に返還されます。しかしその後、中国大陸では国民党と共産党の内戦が再燃。1949年、共産党が勝利し、毛沢東率いる中華人民共和国が誕生。敗れた蒋介石は200万人の人々と共に台湾へ逃れます。こうして同じ中国を名乗る2つの政府が生まれました。これが台湾海峡の対立の原点です。第3章、冷戦構造と2つの中国。冷戦の時代、アメリカは自由主義陣営として台湾を支持。一方、中国は共産圏としてソ連と手を組みました。1950年代には台湾海峡危機が2度発生。米中が一歩間違えば戦争になりかねない緊張状態に。しかし1971年、転機が訪れます。アメリカが中国との関係改善に動き、翌年ニクソンが北京を訪問。結果、国連の中国代表権は中華人民共和国に移り、台湾は国際社会から孤立することになりました。第4章、経済成長と民主化の軌跡。国際的に孤立しながらも台湾は経済成長を遂げます。日本、アメリカの投資を受け、アジア4小流の一角へ。さらに1980年代後半には戒厳令が解除され、民主化が進行。今では自由と民主主義のモデル国家として世界から再び注目される存在になりました。第5章、そして現代、戦わずして奪う中国の戦略。一方の中国は経済大国として台頭。一つの中国政策を掲げ、台湾統一を歴史的使命と位置づけます。軍事演習は年々拡大し、台湾周辺での侵攻シミュレーションを実施。しかし直接攻撃ではなく、情報戦、経済圧力、サイバー攻撃など灰色の戦争で影響力を拡大しています。アメリカは台湾を民主主義の最前線と位置づけ、日本も安全保障の観点から強い関心を寄せています。つまり台湾海峡は新冷戦の最前線にあるのです。100年前、帝国の狭間にあった台湾、今は民主主義と権威主義の狭間に立っています。台湾海峡の波が静まる日は、アジアの秩序が新たに描かれる日かもしれません。あなたはこの海域が向かう未来をどう見ますか？ぜひコメントください。この動画が役に立った方はチャンネル登録、高評価で応援をお願いします。